こんにちは。今回は 3D プリンターで一発で印刷できるベアリング一体型のスプールホルダーを作ります。芯のベアリング部分に絞って解説します。完成品はこんな感じで左右に分割できるネジ式構造になっています。今回はフリーCADの操作工程をメインにお送りします。早すぎる部分は一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずはすべての基準となる全体の断面スケッチを作成します。前面から見た断面図を作図していきます。形状を作成する位置を補助点でざっくりとマークします。まずは補助点を基準にベアリングの内壁部分から作図していきます。回転させた時にベアリングが外れないように断面はギザギザの形状にします。こうすることで内壁、外壁との接触を面全体ではなく突起の先端に限定して回転の抵抗を抑えられます。また突起が動くたびに自然と馴染んでいくため回転が滑らかになります。続いて中央のベアリングになる部分を作図します。中心から左半分だけ作図します。内壁のギザギザ形状に合わせてベアリングの形状を作図します。内壁とのクリアランスは 0.3mm とします。3D プリンターで一体印刷する場合、この 0.3mm というクリアランスが非常に重要になります。お使いの 3D プリンターの特性に合わせてクリアランスを微調整してみてください。最後に外壁の形状を作図します。外壁は内壁のギザギザ形状を鏡像を使って複製します。エッジを一本一本選択していきます。この通り鏡像で外壁のギザギザ形状を一気に作図しました。あとは残りの形状を作図していきます。これで全てのパーツの基準となるマスタースケッチの完成です。続いてこのスケッチから必要な部分だけを面として切り出します。今回はシェイプビルダーを使ってエッジから面を作成していきます。エッジを一つ一つ選択して面を作成していきます。少し地道な作業ですが、ここで丁寧に選択しておくことで後々のエラーを防ぐことができます。
内壁、ベアリング、外壁、それぞれの面が作成できました。作成した面をリボルブで回転押し出しして立体化します。ベアリングの回転の基準軸はベアリングの中心線になります。回転の基準軸に注意してください。これで立体化の完了です。次にベアリングを円状に配置します。ドラフトワークベンチのポーラーアレイを使います。ベアリングの数は14個とします。ベアリングの基本形状ができたので、一旦ブーリアン結合で一つにまとめておきます。仕上げにネジ切りを行います。ネジの噛み合わせを調整するため、あらかじめバーセットでタップとダイスのサイズを定義しておきます。今回はタップを 48.6mm、ダイスを 47.6mm に設定しました。バーセットを使わなくても作れますが、ネジの噛み合いがきつかった時に、後から一発で修正できるよう変数化しておくのがおすすめです。では、オブジェクトをコピーして、ネジ山側とネジ切り側の2つを用意します。続いて、ファスナーズワークベンチでタップを追加します。タップのサイズはカスタムで設定します。ダイヤメーターの値は変数に格納したタップサイズを指定します。レングスは 15mm とします。ピッチは 3mm とします。次にネジ切りを行う場所にタップ位置を調整します。では、ベアリング立体形状とタップを選択してブーリアンカットを行います。これでネジ切り側のベアリング形状が完成です。今度はネジ山側のベアリング形状を作成します。ファスナーズワークベンチでダイスを追加します。ダイスのサイズはカスタムで設定します。ダイヤメーターの値は変数に格納したダイスサイズを指定します。レングスは 10mm とします。タップのレングスは 15mm でしたが、ダイスはあえて短く設定します。ファスナーズワークベンチの仕様でネジの長さを同じにすると、螺旋のズレのせいで最後の1ピッチが噛み合わなくなることがあるためです。ピッチは 3mm とします。次にネジ山を作る場所にダイス位置を調整します。では、ベアリング立体形状とダイスを選択してブーリアンカットを行います。これでネジ山側とネジ切り側、
両方のベアリング形状が完成しました。いかがでしたでしょうか？一つのスケッチから必要な形を面として切り出して立体化していくトップダウン設計の流れをご紹介しました。今回の方法はスケッチを変更しても 3D 形状は自動追従しません。そのため本来のマスタースケッチの手法とは少し異なります。しかしあえて形状を連動させないことで後からネジ切りなどの複雑な処理を加えてもデータが絶対に壊れない頑丈なモデリング手法です。ぜひご自身でも作って自由にカスタマイズしてみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。